今日はですね、2年前に挿し木した梅の植え替えをやっていこうと思います。2月に花が咲いた後の、剪定した枝を使って挿し木したんですが、1年じゃちょっとね、物足りなくて、物足りないっていうのは植え替えするのにはちょっと危険だなと思ったので、2年ほっときました。植えてあるのは、関東野梅と思われるものが2本と甲州野梅が1本ですね。で、根がパンパンになってて、さすがにもう植え替えないとダメだなと思ったので、今回対応します。2年前に挿し木をした時のですね、数から考えて、活着率はですね、ここまで成長できる枝っていうのはだいたいですね、3分の1から4分の1くらいですね。なので、3本とか4本挿すと、1本ぐらいはこれぐらい元気になるよっていう感じですね。で、挿し木をですね、なぜするのかっていうとこなんですけども、単純に好きな梅を増やしたいからっていうとこプラス、接ぎ木じゃない梅を作りたいっていうところですかね。一般的な品種物の梅っていうのはですね、だいたい接ぎ木で作ってあって、継ぎ跡があるわけですよ。それを消すために、シャリ幹にしたりとかっていうことがあるんですが、それをしなくても、挿し木で育てれば、継ぎ跡のない綺麗な梅が作れると。何年かかるんだって話なんですけど、それでも自分の好きな形に作れるので、そういうメリットがあると。今回はですね、その目的じゃなくて、単純にですね、梅の挿し木ってどうなのかなっていうところと、あと、1本だけですね、ちょっと赤っぽい枝の梅があると思うんですが、これが僕が気に入ってる甲州野梅で、結構ね、葉が小さい梅なんですよ。梅っていうと、大体とっても大きな葉で、枝とか幹とか隠しちゃってですね、春先とか夏とかもうもしゃもしゃっとしちゃって、あんま見られる感じじゃないんですけど、この梅だけはね、なぜか結構小さい葉で、枝とか幹とかがすごい見やすいので、いいなと思って、増やそうと思って挿し木しました。いつかのですね、集荷店で買った梅なんですけど、一体どこの誰から買ったのか全然覚えてなくて、そうなんですよ。春とか夏とかでもね、梅売ってくれるとね、その辺葉の葉書を見ながらですね、買えるのでいいんですけど、やっぱりどうしても梅って花を見るっていうところが目的になっているものが多いので、葉のない時に売られてるというかね、そこはちょっと残念なとこであって、僕としては、通年売ってほしいなっていう、希望ですね。あんまり需要がないと思うので、そんな簡単にそのね、棚に持っていける数とか決まってるんで、何でもかんでも持っていけないと思うんですけど、できたらお願いしたいと思ってます。関東野梅を挿し木した方のですね、1本にどうもね、根頭眼種病みたいなものが出てまして、実際の作業中はですね、コブぐらいにしか思わなかったんですけど、後々よく見たら根頭眼種病っぽくてですね、これはしょうがないので、とりあえず処分しました。一応治療法っていうほどでもないんですけど、方法はあって、常々その植え替える時にコブになってるところを切除して消毒して植えるっていう方法があって、これはですね、完治するかどうかははっきり言って分かんないです。治りましたっていう人を見たことないし、あんまりやってる人も見たことないんですけど、基本的には予防でなんとか対応するっていう感じですかね。その予防もですね、根頭眼種病の原因となるアグロバクテリアだったかなに直接効くっていう、薬剤はなくてですね、どうもこれなら効くんじゃないかなっていうのをみんな使って予防してるっていう状態ですね。あとは植えた土壌の方を清潔なものにするとか、原因菌が活性化しないようにもっといい菌で埋め尽くすように土壌改良するとかっていう方法によるのかなと思います。もともと使ってたですね、ヤシマスト米だったかなはもう販売終了になっちゃって、いろいろ違うものが売ってるんですけど、そういうのを試してみるのもいいかなと思います。ただ効果を 100% とは言い切れないので、もしかしたら出ちゃうかもなっていうのはちょっと念頭に置いて、使っていただければと思います。本当にね、挿し木で出たからびっくりしましたね。いや別にもともと菌にねかかってたわけでもないし、
その枝を切って清潔な、新しい赤玉土に植えたんですけど、それでも1個だけ出るっていうなんか不思議な状態ですね。だからこの根頭眼腫病の原因となる菌は本当に普通にどこにでもあって、弱ってるとかかるのか、傷の治りが悪いとかかるのかね、土壌の状態が悪いっていうことだと多分3本全部かかってるはずですし、そんなこともなくて、ちょっと何が原因でどう対処すればいいかは分かりづらいとこですね。今後研究していこうと思います。でとりあえずはですね、結構パンパンだったんで、出した時に外側の方はね結構がっちり固まっちゃってて、ほぐした時にもうバラバラと落ちちゃったので、残ってる根を少し生かしつつ、単独で植えてまた粘りですね作っていこうかなと思います。で用土はですね、今ほとんど、鉢底石には桐生砂の大きめの桐生砂と、あと用土は赤玉土の単体ですね。前まではなんか小粒の桐生砂混ぜてたんですけど、もう排水はほっといて保水に全振りしちゃっていいやって思ったので、もうこの方法でやってます。それでも意外とね、僕の鉢は粘土が粗いので結構乾くからちょうどいいかなっていう感じですね。この辺はなんかご自身の使ってる鉢とか環境とか、植わってる樹種とか水やりのペースとかによって、ちょっとね調整してもらえるといいかなと思います。で最後ですね、甲州野梅を植え替えるんですけども、これは元の品種が気に入ってるので僕の自作の仕立て鉢に植えます。こんな感じでですね、穴が開いてあって、いわゆる急須の穴みたいな感じですね。土は漏れないけど水は出るような状態にしといて、鉢底ネットを使わないっていう形にしようかなと作ってます。なんか植え替えしようかなと思った時に鉢を手に取って鉢底ネットがないから、それをまずつけてからやろうって思うとどうも手間だなと思って、だったらこういうのにしたらいいんじゃないかなと思って自分で作って試しに使ってます。ボンクラ市とかね、やるときには持ってったりするので、そういう時に使ってもらったり、あとベースで鉢売ってるんですけども、そこの特典でポイントと交換できるようにしましたので、もしよければそちらの方も概要欄にショップのアドレス載ってますので、飛んで確認していただければと思います。でも今回はですね、ちょっとこの挿し木でできたこの甲州野梅はですね、作るというよりかはちょっと元気に育てて親木にしようかなと思ってます。挿し木を取るための、元ですね。もともと作ってた甲州野梅が結構枝を短くですね切っちゃって、いわゆる雑木っぽく作ってたので、そんなにビヨンビヨン伸びてる枝がなくてですね、そうだな、挿し木を取るようなあんまり場所がなかったので、無理やり作って取ったんですけど、今回成功してちょっと嬉しいなと思ってます。これでまたたくさん作ってですね、同じものたくさん持っててどうすんだって話ではあるんですけど、ちょっともう何本かはね作ってみたいなと思ってたので、これで作れればいいかなと思ってます。一応留め方としてはあんな感じで幹にくるくる巻いて、鉢の底から針金通して縁に引っ掛けるっていう形でつけてます。でそのうちやっぱり幹の方に食い込んできちゃうので、そうなった時には外すっていう形でつけてます。はい、ではこんな感じで植え替え完了しました。3つやったんですけど、後に1個処分しちゃうので、2本だけですね。また様子を見ながら育てていきたいと思います。で、随時報告もさせていただければなと思ってますので、次回以降もよろしくお願いします。